ついにキヤノンの EOS パワーショット V シリーズからフルサイズセンサーのカメラが登場しました。妥協のない描写力と縦でも横でも使えるような柔軟性を兼ね備えて、可能性の枠を超えていくというコピーとともに登場した EOS R6V は僕らにどんな影響を与えてくれるのか、今回は徹底的にレビューしていきます。どうも、ケイスケです。キヤノンから新しいカメラが登場しました。こちらキヤノン EOS V シリーズの新カメラ、キヤノン EOS R6V、こちら先行で使わせていただいております。そう、今回ですね EOS パワーショット V シリーズの新型なんですよ。僕が持ってた、パワーショット V1 とか、V10 とか、あと EOS R50V っていうカメラもあったんですけども、そういう Vlog 向けのカメラの中でやっぱ足りないものが1個あったんですよね。それがやっぱフルサイズセンサーです。僕ね、普段はやっぱフルサイズのカメラでいろんな動画を撮ること多いんですよ。写真も動画もどっちもやっぱ高画質で撮りたくて、やっぱあのフルサイズのボケ感が欲しいなって普段から思ってるんで、今までのパワーショット V1 とかやっぱそういうのだとどうしてもサブカメラになっちゃうんですよね。サブカメラとしてはめちゃくちゃ優秀なんですけども、どうしてもフルサイズカメラで撮りたいということで、僕は実は EOS R6 Mark III、買ったんですけどもね、出るなら言ってくれよね、言ってくれたらこれ買ってたのにっていう、そんなカメラが出てしまいました。でも待望の EOS V シリーズのフルサイズカメラなんですけども、この枠組みで言うとなんかちょっと初心者向けなのかなと思いきや、結構本格的なカメラなんですよ。で、なんならざっくり言うとこの R6 Mark III っていうカメラがあるんですけども、これをベースにもう少し動画特化させましたよっていうのが今回の R6V っていうカメラです。でも正直僕は普段から動画撮ることが多いんで、こっちの方が好きかも。でしかも少しだけファインダーとか削られている分、値段がねこっちの R6 Mark III よりちょっと低めになってるんですよね。なんとは言ったものの、廉価版っていうわけじゃなくて、しっかりですねこの辺のボタンとか、あと冷却ファンとかもついていて、かなり動画特化のカメラという風になっています。今回はこれもじっくり実は海外旅行でも使わせていただいておりますので、いいところ悪いところ、僕がここ好きだなと思ったポイントも含めてがっつり紹介していきたいと思います。早速いってみましょう。ケイスケの動画。はい、ということで今回改めてご紹介するのがこちら、キヤノンの EOS R6V というカメラです。さっきも言った通り、ベースのスペックとしてはこちらですね、EOS の R6 Mark III というカメラがあって、この中身のスペックとかをベースに作られているカメラなので、画素数とか基本の動画のスペックっていうのはかなり似たような形になっています。でも早速こちらのね EOS R6V の外観とスペックをご紹介していきます。ちなみにこのレンズも新しく今回出たレンズでなかなかフィーリング良かったんで、これもね後ほどご紹介させてください。で、外観とスペック、こちら、僕の右手にある方がですね EOS R6 Mark III ですね。外観パッと見違うんですけども、大きく違うところがまずこのファインダーですね。こっちのファインダーが R6 Mark III にはついてるんですけども、EOS R6V の方はもうファインダーなしのモデルになっています。で、このファインダーなしのモデルとかだと結構ねこの辺のボタンが割と割愛されてるというか削られたりするものも多かったりするんですけども、いや結構しっかりボタンありますよね。カスタムボタンとかかなり多く取り入れられてるような感じがします。で、外観で言うと1個結構違うなと思ったのがこのグリップの握り感ですね。こっちの R6V の方が分厚い、結構なんかグッとくる感じがします。で、このね R6 Mark III の方がちょっと深めではあるんですけども、ここのね部分が深いんですけども、その代わりちょっと小ぶりになってるような感じはします。横幅とか見てもこんな感じですね。ちょっとだけほんの少し横幅としては R6V の方が大きいのかなっていう感じです。で、外観上写真を撮るんであれば、ファインダーがある方が撮りやすいのかなというふうに僕は思ったりもするんですけども、とはいえ結構ねこのファインダーがないモデルのいいなと思うところはカバンに入りやすいところなんですよね。例えばカメラバッグとか仕切りのある系のねバッグとかだとこのねファインダーが邪魔して割とカバンにね入りづらいことが多いんですけども、やっぱこの高さの部分がねこっちの方が低くなっているので、その分カバンに入れやすいっていうのが僕はね結構嬉しかったりします。で、こちら R6V の方スペックをご紹介しておくと、画素数としては有効画素数3250万画素で、センサーはフルサイズセンサー使われていて、感度、ISO ですね。ISO 感度としては標準100から64000までいけます。
拡張も使うことができるんで ISO50 から設定することもできますね。で動画に関しても R6M3 と基本は同じで 7K まで撮影ができます。 7K のしかもオープンゲートっていう縦に長いフォーマットでも撮影ができて、でなおかつ 4K のスローモーションとかも撮影ができます。で僕がキャノンのカメラですごく好きなのがこの 4K のスローモーション 120p の時にも手ブレ補正がちゃんと効くってところで、これがねかなり僕は嬉しくて最近キャノンのカメラハマってますね。なんか見た目もスタイリッシュなのがいいですよね。はい。で重さとしてはバッテリーとメモリーカード1個含めて約 688g という形になっています。結構ねなんか持った感じはゴツッとしてるんですけども、ごつい割には意外と軽いというような印象です。まあ全部ね含めても 700g いかないので、もちろんレンズによるんですけども見た目よりは重くない印象ですね。で外観についてもご紹介しておくと、こちらが動画と写真の切り替えスイッチですね。でここに電源ボタンがあります。電源をオンにしますと、いう風にすると、こんな感じで今ねメモリーカードとか入ってないんですけども普通にメニューが表示されますと。ちょっとねバッテリーが切れそうなので点滅してますね。でカスタムボタンが123 45677個あったりします。結構このねボタンの量は嬉しいですよね。で僕は今回のカメラで結構嬉しいなと思ったポイントがここのところで、ここのねグリグリの、背面親指ダイヤルっていうのかな、この部分がなんと上下左右押せるようになってます。これ僕ねR6M3 の時思ったんですけど、これ押せないんですよ。こっち側押せないんだけど新しい R6V の方は押せるようになっています。多分ねこれ僕が R6M3 レビューした時にこれ押せないのなんでだろうみたいな、それでキヤノンさん汲み取ってくれてですね、これ出た時に圭介さんここ行けましたという風にこそっと言ってくれたんで、こうやって反映してくれるのはやっぱ嬉しいですよね。でこちらの左側行きます。左側のこっちですね、にはマイクジャック、イヤホンジャック、あとはレリーズのジャックがついています。それとこの部分には、HDMI と USB-C のスロットがありますね。で逆側行きたいと思います。で逆側にはなんとこのね EOS V シリーズ特有のっていうのかな、この縦グリップ用の三脚ネジっていうのがついています。なので縦撮影したいよって時にはこの三脚穴を使って縦構図で撮影することもできますという感じで、メモリーカードに関しては SD カードと CF エクスプレスタイプ B の2種類が入りますと。でそうだ、このホットシュの部分、ここもねもちろん電子接点がついていて、こういうね、キヤノンの純正マイク、これであれば、こんな感じでケーブルなしでつなぐこともできるというのがすごく便利ですね。外観とスペックこんなところでしょうか。ケイスケの動画ということでここまで外観とスペックご紹介してきたので、ここからちょっと僕の撮ってきた作例を見ていただきつつ、使ったその感想とか特徴とかもご紹介していければと思います。では作例の方どうぞ。Before I met you, love was just a bunch of nonsense. Just another mystery I didn't understand. Was living without it so long that it didn't even feel wrong. Before I met you, love was just another concept. Something I could only witness from a distance. But this fool felt so right the moment I held you close.Could ever explain this? No words do it justice. Oh, but I'm sure I'm gonna try. Oh, it's wild, can't tame it. It's safe, but it's dangerous. Only you can bring these words to life. You are my living, breathing love defined.ということで作例いかがでしょうか。今回ね結構期間をいただいてフィンランドにも持っていきながらいろんな作例撮ってきました。もうバレないようにしながらね、撮影するのがすごく大変だったんですけども、いい映像が撮れるんですよ。でこの EOS R6V っていうカメラに関してはこのね R6M3 っていうカメラをベースに作られてるはずなので、画質的には本来は一緒のはずなんですよ。一緒のはずなんですけども、なんかね色がちょっと入りやすい気がすんの。これ気のせいなのかな。なんか R6M3 だとちょっとホワイトバランスの取り方が難しいシーンとかもあったりしたんですけども、今回は結構しっくりくることが多くて、割とね撮影もしやすいし、その上で色の編集っていうのもすごくしやすくて、色の入りめちゃくちゃ良かったです。
でその上でやっぱキヤノンのカメラのめちゃくちゃいいなと思うところが 4K のスローモーションめっちゃ綺麗に撮れるんですよ。これ綺麗に撮れるっていうのはまず 4K のスローモーション 4K の僕 120p っていうので撮影するんですけども、その 120p で撮影した時にめちゃくちゃちゃんと手ブレ補正効くんですよね。普通の動画と同様に手ブレ補正効かせられます。でその上で色情報もめっちゃ多くて 42210 ビットって形式で記録できるんですよ。で意外とこの今出てるカメラの中でフルサイズで 4K120p が撮れて手ブレ補正が効いてなおかつ42210ビットっていう色情報の多い形式で撮れるというカメラってないんですよね。僕の知ってる限りは本当に数えるぐらいしかなくて、なんかやっぱ最高画質で最高の手ブレ補正撮れてるぞっていうのがめちゃくちゃテンション上がります。で今までですね、僕この手ブレ補正っていうのはキヤノンはやっぱちょっと端っこが歪むのかなっていう印象があったんですけども、今回のねこのレンズ結構すごくて、今回ほとんどの撮影をこのね 2050mm のレンズ、名前で言うと RF2050mmF4LISUSM っていう長い名前なんですけども、このレンズでずっと撮影してきまして、でこのレンズ使うと端っこの歪み気にならないんですよ。なんかこのねちゃんとレンズ側とボディ側の手ブレ補正の強調っていうのがしっかりしてて、端っこの歪みも気にならず撮影ができました。これもねめちゃくちゃありがたかったポイントで、手ブレ補正に関して、手ブレ補正って基本的には段数っていうのでね、表現されることが多いんですけども、 R6M3 に関しては手ブレ補正が 8.5 段で、この R6V に関しては手ブレ補正が 7.5 段という風に表記されています。なのでその段数だけで言うと実は手ブレ補正下がったんじゃないのっていう風に思われるんですけども、確かに写真撮るときは手ブレ補正、正直 8.5 段と 7.5 段僕はねあんまり体感変わると思ったことはないんですけども、ちょっと変化があると。ただし動画に関しては正直変化がないですってことで、比較してきました。こんな感じ R6M3 と R6V と、どっちも同じレンズで試し撮りしてきたんですけども、変化感じなかったです。どっちも端っこ歪みないし、どっちも手ブレ補正めっちゃ効くしということで、かなり満足いく結果になりました。なのでこの辺ちょっと懸念点だなと思った人は安心してください。であと嬉しかったのがオープンゲートの撮影ですね。基本動画を撮影するときって16対9っていう今撮影してるのもそうなんですけども、横長の撮影になるんですけども、それをもうセンサー全体を使って、正方形に少し近い形で撮影をすることができます。でこれ何がいいかっていうと、やっぱ後で縦にも横にも切り取りやすいところですよね。で僕とかもそうなんですけども、普段 YouTube でアップしてるのは横で撮るじゃないですか。横で撮って横で出したいんですけども、いやそれを切り取って SNS、インスタグラムとか、YouTube ショートとかそういうのに上げたいよっていうシーンも多いんですよね。でそういう風になった時に16対9の縦で切り取ると狭いんですよ。ちょっとやっぱ違うなっていう風になるんですけども、オープンゲート撮影であれば縦にも切り取ることができるというのは結構やっぱ嬉しいですね。後から汎用性上がるなっていう感じがしてます。わざわざ縦で撮影しちゃうと横には切り取れないし、なんで欲張りさん向けですよね。僕みたいに横動画もやりながら、縦のショットとかもやりたいよって人にはめちゃくちゃぴったりの機能だなと思います。でこの R6V に関しては本当にめちゃくちゃいいとこ多かったな。暗所に関してもそんなやっぱ気になんないというか、今の時代のカメラってかなりいけるじゃないですか。正直写真とかだったら12800ぐらいまでは全然写真で撮影ができたりするし、あとは動画撮影の時ログ撮影とかするとデュアルベースの ISO で、下のベースが800で上のベースが6400という風になっていて、要は6400までいくとノイズが減るんですよね。なのでログ撮影してる時に ISO を上げてって ISO5000 とかで撮影するんだったらもう6400までいっちゃった方がめちゃくちゃ綺麗になります。6400まで使うシーンって割と暗いシーンだったりするので、ログ撮影で撮る時に暗いシーンでもかなり綺麗に撮れるなっていう印象はあります。でここまでボディのところを話してきたんで、このレンズの話ですよね。こちらの 2050mm のレンズで、サイズ感的にはちょっとごつめというか、太めのレンズですよね。太めのレンズではあるんですけども、20mm っていう自撮りもしやすい広角からいけて、で 50mm までズームができるという形になっています。でこのレンズについて正直写真ではそこそこだなっていうような僕は印象です。写真で言うとやっぱ F2.8 とかしっかりボケ感欲しいよとかいうシーンが僕は多いんですけども、ただ動画に関してはかなりやっぱ良くて、とにかく手ブレ補正の効きがいいっていうのも嬉しいし、あと広角でもやっぱ歪みづらいんですよね。さっき見ていただいた通り自撮りでもかなり歪みづらくて、そういうのも嬉しい。あとは望遠側ね 50mm にしても結構寄ることができるんで、そういった意味でもすごく便利だなというふうに思いました。F4 投資ってことで少し暗めにはなるものの若干でかいっていうのは気になるんですけども、
その代わりこれ1本あればかなりいろんなシーンで使えるなというような印象のレンズです。ちなみに僕は今回はこの 20-50mm のレンズと 45mm f1.2 のレンズ2本だけ持っていって撮影をしておりました。その2本で結構十分でしたね。ケイスケの動画。はい、ということで今までたくさんいいところ語ってきましたが、ここからですね、ちょっとここどうにかならんかなと気になったポイントもご紹介しておきます。で、気になったポイントに関しては、正直こっちのね R6M3 使った時とほぼ同じポイントです。でやっぱ一つ目気になったのがログ撮影の時にラットが入れられないことですね。僕やっぱカメラ側で自分のオリジナルラットっていうのを入れてプレビューしてでログ撮影したいんですよ。元々の色はかなりいいんで、ここでね見てても綺麗だなとはもちろん思うんですけども、やっぱ自分の色入れたいなっていうシーンも結構多くて、せっかくの動画機なんでぜひねこの機能は実装してほしいなと思っています。で2つ目がカラーフィルターですね。 EOS パワーショット V シリーズって全体でカラーフィルターっていうのが入っていて、それを動画に適用することで、動画がそのカラーフィルターの色で撮影ができるというものがあったりします。でこれは僕のわがままなんですけども、やっぱ写真にも使いたいんですよ。でこの R6V に関しては写真には一応使えます。使えるんですけども、このカラーフィルターをオンにしてるとロー撮影ができないんですよ。で僕の理想としてはロー撮影をするときに、プレビューというか、JPEG とローどっちも撮っておいて、その JPEG 側にカラーフィルターかけて、でロー側は後で自分で編集する、これがやりたいんですよ。やっぱ撮ってる時のテンションって大事じゃないですか。撮ってる時にカラーフィルターかけてなんかめちゃくちゃいい色で撮れてるって思ったら、その分昨年のクオリティっていうのも上がっていくと思うし、そういう風に JPEG に当ててローで編集できればって思うんですけども、なぜか JPEG オンリーじゃないとそのカラーフィルターが適用できないんですよね。なのでここもきっとねソフトウェアで改善できる部分だと思うので、ぜひ改善待っております。でも最後1個がサイズ感ですかね。ちょっと今までのやっぱ V シリーズのイメージがあるからかもしれないんですけども、若干ごつさはやっぱあります。キヤノンって全体的にやっぱカメラもレンズもごつめな印象はあるんですよね。今回に関してはこれね冷却ファンがついてるっていうのもあって長回しがしやすいというメリットもあったりするんですよ。なのでその分ごついっていうのはもちろん分かってはいるんですけども、とやっぱ V ってビデオの V で Vlog の V でも僕はあると思ってるんですよね。っていう風に考えた時にもっと持ち出しやすいサイズ感のねカメラがあればいいなとかも思ったりしています。マイクもねやっぱ若干でかいんですよ。マイクもよいしょ、こう見るとちょっと威圧感ありますよね。結構僕インスタグラムのコメントとかでマイクとかつけるとごつくなっちゃうから恥ずかしいみたいな、コメントとか結構来たりするんですけども、やっぱこのぐらいでかいともっとやっぱ恥ずかしくなっちゃうので、もうワンサイズちっちゃいカメラと言わないまでもマイクはねちょっとちっちゃくしてほしいなと思ったりしております。はい、気になった点というのはもう本当にそんなところで、改善してくれてるポイントもあるしね、ここのダイヤルのところとかね押せるようになったり、フィーリングとしてはすごく良かったです。ケイスケの動画でもまとめになるんですけども、今回の R6V に関してはキヤノンで今までなかったポジションです。今まで EOS パワーショット V シリーズにはやっぱこのねフルサイズっていうカメラっていうのがなくて、でやっぱ R6M3 もめっちゃ好きなんですけど、しっかり感で言うとなんか V シリーズの方が僕はやっぱ性に合ってる気がするんですよね。なんかそういう意味でもこのポジションのカメラが出てくれたのは結構僕は嬉しいなと思っています。でビデオ特化なので、いい意味で本当気にすることなく手ブレ補正もいいし色味もいいし、そんなに気にすること多くなく撮影ができるっていうのがメリットのカメラだと思っています。動画特化のフルサイズカメラでいうと、シネマラインの C50 っていうカメラがあったりするんですけども、それよりは比較的手に入れやすく、あとは手ブレ補正が入ったりユーザーインターフェースがちょっと使いやすくなったりとか、なんか細かい部分で僕は本当にこれがしっくりきています。なんか僕みたいに動画 Vlog で使いたいなって人には結構ねしっくりくるカメラだと思いますので、ぜひね概要欄のリンクからサイトとかも飛んでいただけると嬉しいなと思います。ちなみに僕もねキヤノンさんのサイトにちょこっと載せていただいているので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。